こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。さっきちょっと撮ったんだけどね、口と映像がずれてて、なのでもう一回ちょっと撮り直してみますね。ちょっと直し方がわかんないので、いきます。今日は、宇宙最強の引き寄せの法則、エイブラハムの、見解というのかな。どういうふうに伝えてるのかっていうのを、お話しし、お伝えしたいと思っています。引き寄せの法則ってね、いろんなの出してる方いますし、一番最初が多分エイブラハムなんじゃないのかな。やっぱ宇宙の引き寄せの法則って本当にシンプルなんだけど、そこをさどういうふうに伝えてるかっていうのをちょっと今からお話ししたいと思いますね。じゃあいきますね。宇宙最強の引き寄せの法則。あらゆる思考は波動を発し、それと一致する波動を引き寄せます。この流れが引き寄せの法則です。似たものは引き寄せ合うという意味です。ラジオのチューニングを例にとりましょう。ラジオが一つ番号があったセットされてるとしたら、他のセットされていないところの放送を聞くことはできません。そもそもの周波数が違うからです。引き寄せの法則も同じです。あなたが願望という波動を放ち、それを実現させるためには、あなたの波動が常に願望との調和を保つ方法を見つけなければなりません。あなたが何に関心を向けているかを知るには、あなたが対象に関心を向ければ波動を放ちます。波動を放つことは、求めることと同じで、それが引き寄せの作用点となります。まだ手に入れていない欲しいものがあるなら、それに関心を向けますよね。引き寄せの法則によってもたらされる、それは、望むこと、物事や経験について考えることで波動を放ち、引き寄せの法則によってその物事や経験が間違いなく訪れていきます。ちょっと騒がしいね、大丈夫？しかし望んでいるのに手に入らないものがあっても、それがまだないという現状の方に関心を向ければ、ない状態の波動と一致し続け、望むものが手に入らない状態が続きます。でここからが結構大事ですね。望むものと波動を調和させる一番簡単な方法は、それがすでにある状態を想像し、それがあなたの経験すでに、あるかのごとく振る舞い、その経験を楽しんでいる状態へと思考を向けることです。そのように思考し、そのような波動を絶えず放つようになると、あなたの望むものが実現するのを許可する、立場に立つことができます。さて、自分がどう感じるかに注意すると、願望に関心を向けているのか、それとも望むものがない状態に関心を向けているのかがすぐ分かるようになります。思考の波動が、願望と一致すれば気分は良くなり、満足、期待、熱望、喜びといった感情が湧きます。反対に望むものが不足もしくはない状態に関心を向けると、悲観、心配、落胆、怒り、不安、うつ状態といった感情を味わうでしょう。感情に気づくようになれば、想像のプロセスの中の許可する段階で自分がどう行動しているかが分かるようになり、物事がなぜそのように展開するのかについて二度と勘違いしなくなります。はい、これが宇宙最強の、引き寄せの法則の原理っていうことですね。自分自身の感情がさ、やっぱりこうチューナーになるっていうことで、まずその望むものと波長を合わせるっていうので、こういうふうにしたいっていう現実がある場合は、先にその波動をやっぱり出すってことだと思うんですね。自分自身がだからこういうふうにしたいって思った時に、そこにこういうプロセスを考える前に、先にその波動を自分自身が出し始める。先にこの叶えたいものがある場合は、感情を出すことによって現実になって、後から自分自身が現実を体験するっていう、このタイムラグがあるから、最初に自分自身が、感情のバイブレーション、波動を出し始める。それによって現実が出てくるっていうことだと思いますし、あとはラジオのチューナーのようにね、いつもこうちょっと落ち込んでたり、悲観とか心配とか落胆とか、そっちの方を自分自身がいつも意識向けてるとしたら、そのあたりのチューナーが合っちゃうから、そのあたりの現実周波数のことが起きてくるっていうことだと思うので、
なるべくやっぱりこうポジティブな方に意識向けていくっていうのが本当大事ですね。チューナーが合っちゃう、これが引き寄せの法則であり波動の法則だと思うんですね。同じことしか言ってないんだけど、はっきりとそのあたり書いてくれてます。あ、ちょっとお静かにお願いしていいですか、すいませんそうだから自分自身でこれが一番分かりやすいのは感情。今自分がどんな感情を出しているかで、まあ今ハッピーだったら結構いいんだけど、ネガティブなやっぱり感情とか出しちゃうと、それがもう発動して、でこれがさ、要はさ、今出してる波動が未来になっていっちゃうから、それを後から自分が体験するのは自分自身ですから、ね、要はそのさ周波数を今出してるから、今はいいかもしれないけど未来のとこでそれまた体験するのわーってなると思うから、なるべく自分自身の波動を、安定させるっていうのが本当大事だと思いますね。で望むものと波動で、このね望むものをまずこういう風にしたいって思った時に、自分のさ波動を安定させて、宇宙に、一定の方向に流れてるわけだから、この一定方向っていうのが心地いいとかホッとするとか安心になると思うんですね。でこの一定方向に、まずこの願望を出す時とかも一定方向に流れてるリラックスとか安心の方に自分を持っていって、高い波動領域に持っていくじゃない。でそこから、願望を出して、で今度ねこのタイムラグがあるんだけど、受け取る時もなんか叶わないっていろいろあったりすると思うんだけど、なんでかっていうのは、要はさ受け取る時もこのさリラックスとか安心とかいい波動でいれば受け取るのももちろんできるんだけど、自分がさ願望を出してる時はハッピーとかやってんだけど、下がっちゃう、また心配とか落胆のさ周波数にいると、今度ね受け取れるものも周波数が違いすぎて受け取れなくなっちゃうんですよね。受け取る時もリラックスとか安心とかのその宇宙のこの一定方向の流れの時に受け取れるんですよ。そうだから常にやっぱり高い波動領域を保ち続けるっていうのがすごい大事だと思いますね。簡単にできてるんだけど、ここに対してさ私たちっていつも波動だから、とにかく波動を整えるっていうのが大事だし、なるべく本当に高い波動領域をキープし続けるっていうのをやっていくのが大事だと思いますね。これしかないんだろうね。騒がしいねすごい騒いでるハッピーだね、あの人たちもね。で今どんな感情を自分が出しているか、この感情のバイブレーションが未来に行っちゃいますからね。未来の自分が体験しなくちゃいけないわけだから、自分がどこの周波数を放っているか、もうこれが宇宙最強の引き寄せの法則ですね。これ書いてあったね。あなたが、どんな対象に関心を向けていても、関心を向けているものの波動を自分が放つ。で波動を放つことは、求めることと同じで、それが引き寄せの法則の、作用点動く、それで作られるってことだね。だから、自分が放っている波動がもうこれが作用して、じゃあ今楽しいハッピーと思ってたらハッピーなことが引き寄せられるし、うえーとか思ってたらうえーっていうことがまた自分が体験するっていう、もうこれの繰り返しなんですよね。無意識で私たちは結構いろんな波動のね、いろんな波動を出しますから、だからもう一定方向のなるべく高い波動領域に自分を、保ち続けるとか、意識的に訓練をして波動を安定させるっていうのが大事だと思いますね。やっぱりねこの後ろの人たちも全然気にせずに喋りまくったり、こういうの大事なのかもしれないねそう今ちょっと私さっき撮った動画の口と喋ってる声と映像がずれちゃってたので、多分見づらいかなと思ってもう一回撮らせてもらいました。なんか見てて途中まで見てくれてた方すいませんね。大事なメッセージなのでもう一回ちょっと撮らせていただきました。OK、エイブラハムはね本当に、宇宙とか、バシャルもそうだしエイブラハムもそうだし、宇宙的な、引き寄せの法則とか、いろんな引き寄せの法則がさ言ってることって全部同じことで、結局自分が出している波動感情、一番分かりやすいのは感情ですから、今の感情波動が未来になってしまいますから、未来になっていきますから、
今どういう波動を出しているか、感情を出しているか、そして自分がこうしたいって思っているものがある場合は、その波動を自分自身が今出すことによって未来がそうなっていく。受け取っていく時もだから高い波動領域を保つことによって自然に受け取ることができるっていうことだと思いますので、この辺りやっていただくといいんじゃないかと思います。じゃあ今日は、エイブラハムの宇宙最強の引き寄せの法則についてお話ししました。ではまた撮ります。ではでは。